こんにちは。今日はハートがいっぱいのポシェットを作ってきました。ここにもハートをつけて、ここはチューリップをつけました。で、中に仕切りが一つあります。持ち手も手作りで作りました。よかったら作ってみてください。最初ハートのパターン5センチ平方を2枚と、その真ん中に幅4センチぐらいの上下1センチずつぐらいのハートを描きます。このパターンが8枚。5センチ平方の薄めと濃いめが10枚ずつ取っといてください。ハートの半分を濃いめと薄めのアプリケしますので、表から描きます。ハートだけバイアスに取っていきたいと思います。それで5ミリぐらいの縫い代で切ってください。こっちにするときは反対、この部分とこちらの部分を2つで1個のハートにします。こちらは裏側なので表から置いて、こことここから1センチ上がっているので1センチ上げて、ここも1センチのところにここから出来上がり線通りに折って、ちょっとずつちょっとずつ折っていけばカーブがきれいになりますので、こっちの針ですっつきながら左の親指の爪でカーブのところだけをしっかりしてたらきれいにできます。このカーブができたらあとは楽ですので、あとはもうここはまっすぐなので、これでハートが半分ができました。で、次はこちらの方に白っぽいのをつけて、この濃い方は裏側で、薄い方は表側で取ります。それで5ミリぐらいの表側からつけて、こんな感じのワンパターンを作って8パターンを作ってきました。それに何もないやつをここに置いています。これでトップが出来上がりです。それでこことここを縫い合わせて、印から印まで縫います。ハートの角がきちっとくるように縫ってください。最初と最後だけ返し針をしてください。8パターン作って、ここも縫ってトップを作ってください。ここ全部縫ってきました。ミシンで縫えたら縫ってもいいです。ハートのところがかさばるので、もう全部割ることにしました。本当はパッチワークは割らないんですが、それの方がすっきりします。次はここをスコンと割ったままグッストンと縫ってしまいましょう。楽なので、また割って縫いますね。こっち側で縫ってきました。こんな感じで、あとここストンと縫ってきました。次アイロンでここもやっぱり割ろうと思います。そしたら負担がないので、で表からもかけます。これで可愛いトップが出来上がりました。ここ丸みをつけたいと思うので、ここの
半径4センチの丸みをここにつけます。こちらも同じように5センチ平方なので1センチずつぐらい中に入ります。キルト線を引きます。5センチの対角線を引きます。こちらも同じように5センチの対角線を引いて、ハートのところは落としキルトをします。って感じで全部引いといてください。同じサイズでここが20センチと25センチの裏布とキルト芯を立ってきました。中表に合わせてぐるりを縫ってきます。7センチぐらいを開けといてください。それでぐるりっと縫ってきてください。ここまで縫ってきたらキルト芯をギリギリのところで切ってください。丸みも縫い代1センチで、こちらも同じ。上2つの四角はスコンと切っておいてください。返し口からひっくり返します。形を整えてください。返し口を閉じ合わせます。ここ閉じ合わせてきました。次はキルトをします。キルトはハートの周りを落としキルトと今キルト線を引いたところをキルトします。この縫ったところの間から出してきて玉結びを中に入れてしまいます。1ミリぐらいで落として2ミリぐらいのところで上げていきます。これシンプルをつけています。シンプルはここの角をちょんと当たったら向こうに行ってるのでそのまますくってください。ここは痛くないようにしています。こんな感じで全部しといてください。ここ全部ハートの落としキルトと線を引いたところを全部キルトしてきました。こんな感じです。これでトップが終わりです。それで後ろ布は同じサイズで25センチの20センチで4センチの丸みを取っています。これが裏布と表布を取っています。それと仕切りとして20センチなんですが3センチほど下ろして17センチ取っています。25センチの17センチで同じ4センチの丸みを取ってここ輪にしたいので倍に取っています。こんな感じにしたいと思います。これはどちらも接着芯です。それで接着芯を貼っていきます。25センチの20センチできっちり取っています。後ろ布と裏布は1センチずつの縫い代を取っています。それでここ7センチ開けてぐるりをぐっと縫っていきます。こちらの仕切り布もここ輪にして中表にして
接着芯通りにここ7センチ開けて、こちらとこちら縫ってください。こちらも同じに全部ぐるりっと縫っていきます。そしたら縫い代をもう一度薄いので7ミリぐらいについてください。こちらはこの角があるので切り揃えて1センチぐらいに切り揃えておいてください。切り落としてこの返し口からひっくり返して形を整えておいてください。ひっくり返して形を整えてきました。こちらも同じように、それでここはもうそのままにしておきます。後ろの方はミシンで4センチのキルト線を引きます。ミシンキルトします。キルトしました。ここ糸の始末をきれいにしといてください。表に見えないように。でこれも端ミシンをかけます。この糸始末をきれいにしてきました。それと仕切りの上だけを縫ってきました。それで後ろ布と仕切りを端ミシンをかけます。それで返し口は縫わなくて一緒に縫ってしまいます。きれいに折ってここ端ミシンをかけます。ぐるりっと縫ってきました。それで糸の始末ですが、表に出ている糸を引っ張り出してきて、でここでくくって1本を針に通して出てきたところの穴に入れてしまいます。3センチと5センチの1センチ2ミリの D カンをここに挟んで仮止めします。これを2つ用意してください。D カンをファスナーと裏布との間に1センチ5ミリぐらいのところにつけます。それで30センチのファスナーを端の方がここ折って一番端につけます。それでこちらはこのままほっといてください。ギリギリのところにつけてください。留め金のところから1ミリに干し止めをします。干し止めはほんの少しだけバックして2ミリぐらい進みます。半返しのちょっと大きめの分です。こちらにちょんちょんちょんとこんな感じで
表に響かないようにファスナーをつけてください。ミシンで走ってもいいんですが、ここの D カンのところが分厚いので星止めでずっと縫っていきます。ここまでずっと星止めで縫ってきました。 D カンのところが太いのでちょっと大変ですが、ボンと飛ばしてもらって帰ってくるぐらいにして強くしといてください。ファスナーの端は折って中に入れといてください。こんな感じで D カンがつきました。これで片方のファスナーがつけましたので、裏布の方にここの端を折って同じようにつけてください。こんな感じでここのファスナーの端が中に入ってしまうようにしてください。こんな感じでなるべく裏布が見えないように中にこうして押し込んで、星止めをしてください。ファスナーをつけてきました。それでここのファスナーの始末をします。でここの D カンのところはここギリギリのところで切っといてください。こちらも。それでここは千鳥掛けをしていきます。5ミリぐらいの間隔でいってください。こんな感じでずっとこちらもしといてください。このファスナーの始末をしてきました。それで袋に仕上げるのに中表にして端から角に針を出してきて表布同士を巻きかがりをします。最初は同じところに 2,3 回してぐるりっとこの端までいってください。こんな感じです。それでここの最後だけこのファスナーが残っているので1センチほど下で留めます。何回か留めといてください。それでひっくり返してこのファスナーにつけてしまってください。それで終わりです。ここ3センチ幅を1メーターちょっと用意して、ここいらないくずのキルト芯でいいのでつなぎながら三つ折りぐらいにしてここをぐるぐると縦まつりでまつってなるべく細くて硬い紐を最後だけナスカンを入れますので2センチほどキルト芯を入れないで中に端を入れ込んで閉じつけてしまいます。ナスカンをここに通して閉じつけてしまいます。この長さは自分の身長に合わせてしてください。つけました。それでこちらの方も同じようにつけといてください。D カンに通してでこれで紐は終わりです。ファスナーの端を飾り付けたいと思います。ここが離れないようにくっつけておきます。このハートと同じのをここにつけたいと思うのでこの型紙でこちらとこの裏側とでその真ん中を縫って何回か返し針をしといてください。割らずにして倒します。それでこれ裏側を中表に合わせてキルト芯何でもいいのでここが開くようにここからここまでぐらい開けてここからここまで縫ってください。ここからぐるりっと縫っていきます。この上からぐるりっと上まで縫ってきました。それで縫ったところキルト芯をギリギリで切って繰り返してハートを作ります。入れてしまって表は表で裏は裏で閉じつけてください。
ハートができました。四角でもいいんですが、今回ハートで遊んでみました。最後にファスナーの玉を飾り付けたいと思います。ここ7センチの正方形を半分に折って5ミリ中をぐし縫いします。返し針をしてでぐし縫いしていきます。で最後も返し針をしておいてください。それで半分ひっくり返します。筒状態にします。それで輪じゃない方をまたここぐし縫いしてずっと一周してきます。それでこの輪の方からこの玉を入れます。ここに玉が出てきて縛り付けて、この玉が外れないようにここをぐるぐると巻きつけます。ここで留めて、でそれをひっくり返して玉を中に入れてしまいます。縫い代のところが真ん中に来るようにしてここで中から1ミリすくいます。4分の1のところをまた1ミリ中からすくって、一番向こう側も1ミリすくって、でまた4分の1のところもすくって、元のところもすくって、これを絞ります。こんな感じで、それで絞ったところを留めます。でこの玉結びを中に入れてしまって、これでチューリップができました。形を整えてこんな感じでできました。チューリップです。これで全部完成です。長い間見ていただいてありがとうございました。可愛いのでぜひ作ってみてください。